おはようございます。画家のギソです。今日はですね、遠近法について少し皆様に、勉強してもらえたらなというふうに思います。遠近法とか遠近感とかなかなか出ないとかいう方結構いると思うんですけども、要は遠近を感じさせる遠近感ですね。すごい遠近感がある絵やなとかっていうふうに言うと思うんですけども、それには方法があるんですよ。遠近法。英語で言うとパースペクティブって言うんですけども、パースペクティブっていうのは総称です。総称。でその中でも例えば今回、お見せするような絵というのは空気遠近法であるとか、あとは透視図法という方法を使って描いているんですね。でどういったところにそういうのを使っているのかとかっていうことを少し皆様が動画を見ながら勉強すると、自分の作品でもこういうところを注意すると奥行きとか出るかもしれないな、遠近を感じさせることができるようになるっていうことを少し勉強してもらえたらと思いますので、ぜひしっかり勉強してみてください。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今日ちょっとちょくちょくと拡大した手元だけを映したようなアップの画面もお見せしますけども、遠近法というものを少し皆さん理解してもらおう。こういう風にですね、鉛筆の腹を使ってまず下書きをしていってますよということで、鉛筆の腹を使うということは紙の目ボコボコしてますよね。その中に入っていかないので、消しゴムとか練り消しとかでパッと消しやすいので、はじめ書き出しの形取るときはこのように、鉛筆の腹で書いていきますと。こういうところとか雲も一応軽めに書いておきます。で、夕日が沈んでいく情景なので、太陽のところとか、まずちょっと黄色と白。白はですね、ポスターカラーとか普通に白とかもチタニウムちゃうな、チャイニーズホワイトみたいな透明水彩だと入ってたりしますので、僕はなんかそんなのちょっと置いておこうかなと思いました。で、今日は遠近法みたいなのを少し、中心に話していけたらなというふうに思いますけども、これは一番奥の山の部分をまず描いていきました。ちょっと白も混ぜときました。白とか透明水彩の場合で混ぜたらうんぬんかんぬんっていうことあるかもしれませんけど、私はあんまり気にせずにいきます。で、下の方全部濡らした状態で、まず、紫がかった山を描いて、ちょっと手前は青みがかった緑。そして、手前の方へと。これはまず、遠近法の一つですね。空気遠近法という、例えば手前の方だいぶ濃くなりましたよね。奥の方の方は白いもやがかかっていく、空気のもやがかかっている遠近法、空気遠近法。レオナルド・ダ・ヴィンチのモナリザなんていうのが一番わかりやすいですね。背景のところどんどん白くなっていってますよね。ああいうところをこう後ろの方どんどん行くと空気の層がこうかかっていって空気遠近法という方法なんですね。で、遠近法っていうのは英語で言うとパースペクティブって言うんですけども、パースペクティブっていうのは総称なんですよね。だからよくパースが狂っているっていう風に言われたりすると思うんですけども、それは遠近法が狂っているという。で、そのよく言われる僕なんかも予備校とか高校生とかの時通っていた時にパース狂ってるってよく言われたり、していたり、私も言われたりとかですね。で、おそらく多くはその透視図法的パースペクティブが狂っているっていうのが、厳密な言葉の使い方ちゃうかなというふうに思う。また細かいことこのおじさん言い張ってって感じかもしれませんけど、この透視図法っていうのは先ほどの空気遠近法とは違って、自分の目線に近づけば近づくほど、なんていうか、小さく、目線というか、遠くなればなるほど、物が小さく見えていく。廊下なんかに立った時とかに、奥の方行けば行くほど、窓とかが小さく見えますよとか、多分そういうのを中学校かなんかで1年生ぐらい多分習うはずなんですよ。奥へ行けば行くほど物が小さくなっていく。例えば自分の目線、今ドライヤーで乾かしてますけども、自分の目線から下の部分というのは大きく見えますが、自分の目線の高さに近づいていくとどんどんこう薄っぺらくなっていくとかっていうことなんですね。何を言うとんねんって感じかもしれませんけども、ちょっとそういうの図示して、お見せできているか否かちょっとわかりませんけども、そういうことなんですよ。透視図法という遠近法で、空気遠近法、今2つ話をしましたよね。で、今また空をバーっと水だけで、乾いた状態で、塗っていってます。で、例えば雲一つなんかでも手前の方にある、自分の頭の上に近い方にある雲と、もう地平線とかの方に向こうに向かっていく雲の形って違うじゃないですか。わかりますか？それによっても遠近感っていうのは出せるんですね。で、これ、すごくなかなか説明が難しいところなんですけども、絵画っていうのは二次元なわけですよね。二次元空間を、この平面、紙、薄っぺらい紙の中に、あたかも立
体があるような感じとか、遠近を感じさせてあげるとか、要は漢字ということを方法を使って描くというものなんですよ。これ伝統的な考え方なんですよ。そういうのを覆していったのが例えばセザンヌかもしれませんし、キュビズムなんていうのもそうかもしれませんし、その以前の考え方っていうのはそういうふうに遠近感みたいな方法で、その中でも今言った透視図法っていうのが初めてルネサンス初期ぐらいにとかっていう感じでですね、編み出されていって、ピエロ・デラ・フランチェスカなんていう人が本を体系的にまとめてあげたりとかそういう方法を使って、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの受胎告知なんていうのは床のところのタイルみたいなんですか、何ですか、そういうのとかで遠近感を出しているわけですよね。あとはレオナルドだった空気遠近法、油絵の具ってなんかちょっと薄く白く薄くかけてって、それでも下の方の絵の具がちゃんと透けて見えるぞみたいな感じができると、これで空気のもやがかかっているような、そんな風に写実的に描くことができるぞなんていうことになってって、これ今まさに空気遠近法ですね。奥の方のこれは雲なんですけども、要は水平に近いような形が多くなっていく。一方頭の上の方、画面でいうと上の方になってくると少しあれになってくるって、大きくなってくると。例えば今山の向こうに見えるこれ熊本の阿蘇の方にですね、これ益城町とかっていうところに抜けていく道、良かったですよ。ここ本当にずっと長らく地震の後通れなかったんですが、ようやく復旧してですね、そこから見えた夕日を描こうということでですね、ということで今奥の方は白っぽくもやがかかっている。一歩手前に来れば来るほど少し暗い緑色ですね。青よりもちょっと緑色になってきたりとかっていう風にしていく。でこれは空気遠近法プラス手前の方がなんていうかはっきり見えるという、言葉難しいななんて言えばいいんですかね。例えば私なんか海を描く動画なんていうのを上げてるんですけども、それの水面の描き方っていうのは徐々に手前の方に来ればなんていうか斜めが強くなりますよとか、水平になれば水平ですから水平になっていきますよとか、そういうので奥行きって出すんですよっていうことですね。実際そうも見えますし、でそれをやっぱり意識する。でこういう山とか円形とかっていうのを描くときとかってすごい強く意識とかしてあげたりするとよりいいですよね。だからそういうミスをなるべくなくしていけば遠近感があるような絵に描けると。で今ちょっと言いましたけども、遠近法ってめっちゃいろんな方法があるっぽいんですよ。私あんまりこういう手元もちょっと映しておきます。ブルーピリオドっていう漫画すみません。著作権的な問題じゃないですよ。宣伝案件的な感じだったら基本的には著作権ってあんまり問題ないんですけど、すごくよくできた漫画だそうで、まだ私もちょっとちゃんと読んでないんですが、一巻の途中で遠近法がめちゃくちゃいろんな数が出てきたんですよ。うわ、こんな、線遠近法とか色彩遠近法とかいっぱいあるんですけど、色彩遠近法と空気遠近法ってなんか似てるような感じするなとか、線遠近法って多分線強く手前分って書いてあげたらとか、多分そういうのってあるんやろうなと。で僕もう一つよく言うてるのは対比遠近法っていう対比ですね。コントラストをつけるっていうことを言ってます。僕は大体この3つである程度は賄えるんちゃうかなっていうふうに、空気遠近法と透視図法、敵遠近法、透視図法ですねと対比、コントラスト、もう普通にコントラストをぶつけてあげたら手前に見えてきますよと。この3つでなんとかいけるんちゃうかっていうか、大体僕はそれでやってます。一歩例えば立体感とかっていう立体感、遠近感ではなくて立体感を出すっていうのはまた違った方法があるんですよ。スフマートとかなんかいろいろあるんですけども、とりあえず今日は遠近法だけに絞って、でこの対比、今例えばこの白さに対して焦げ茶色みたいなススキの枝みたいなのがコントラストがついている。だから後ろのコントラストよりもちょっと強めてあげたりすると前に出てくる。今ちょっともう意図的に白、ススキは白で描いておきました。これポスターカラーとかです。組成っていうのは似たようなもんなんで別にいいかなと。この辺はなんか皆さん臨機応変にされていつも言うてます。いいと思うんですね。白1個買っとくだけでそれに透明水彩にちょっと白混ぜたらなんか半透明とか不透明とかになったりしてガッシュみたいな扱いになって、今これここの夕日が沈んでいくところに白ベター塗ってみました。ポスターからのね。でここのところなんかも例えば空なんかもこれ水平に近い、太陽が沈んでいくような水平に近いところっていうのは水平に近い横の線が多くてとかで、そういうことをすることによってまず奥行きみたいなのが出てきています。そして今この辺ディティール手前なんかはよく書き込んであげる。
よくあるんですけども、白い、紙の上に、鉛筆とかで書いていって、白い紙自体は何もいじらないデッサンってあるんですね。で、たまに先生によっては、これ空気遠近法、後ろの方は弱く、手前の方は強く書きましょうっていうふうに、言われて、これ遠近法としては空気遠近法ですよっていうふうに教わることがあるんですけど、あれ多分空気遠近法じゃないんですね。空気遠近法っていうのは、すごくこう、壮大な大きな風景、こういうところ、こういう風景ですね、の時にこう活用されたり生きてくる技法なんですけども、そしてこれは、山をちょっと強めにグッと、さあどこぐらいまで行って、奥行きを出すかということで、これも後ろのオレンジ色とのコントラストを見ながら、手前のススキのコントラストを見て、まだススキのが強いなとか、ここのコントラストちょっと強いから少し弱めとこうかなとかっていうことを今してたりしてるんですけども、で、白い紙の上に、例えばリンゴを2つ書きました。手前と奥に。大きさを変えて手前を大きく、後ろを小さく書きました。これ透視図法的遠近法ですね。で、一方、その、後ろをちょっと弱く、手前を黒く書きましょうって習って先生には、これ空気遠近法ですって教わることがあるんですけども、これはやっぱ対比遠近法なんですよね。この短い距離の中に実は空気ってそんなないじゃないですか、私たちの日常の中で。じゃあ対比遠近法って何って言ったら、紙を白いまま残して書くデッサンみたいなのを、例えば中学のから高校に上がる美術科の受験とか、高校から大学に行くときに、例えばデザイン科なんていうのはそういう試験やると思うんですけども、なんとかコントラストを意図的に紙と物のコントラストを強めたり弱めたりするっていう、要はコントラスト強い方に目が行くので、前に見えてくる。だから対比遠近法なんですよ。実際のもので、例えば学生に手前青リンゴで後ろ赤リンゴやったらどう書くのなんていうことを聞いてみたりするとね、困るんですね。後ろどうしても赤いからやっぱ黒くせんといかん。でも手前は青リンゴやけど黒くできひん。そうするとしっかり暗く後ろに置いてあげても輪郭のところのコントラストみたいなのを少し弱めてあげたりすると、ちゃんと青リンゴの方が前に見えてきたよとかっていうことができる。言葉だけでわかりますかね。もう一回繰り返し聞いてみてくださいね。だから僕はその3つ、今例えば雲なんていうのも上の方に来てる雲と水平線に近い雲の描き方みたいなのちょっと分かりやすいように、今回してあります。と言ってこれでだいたい3、40分ぐらいでここまで来ていますね。その遠近法っていう方法を用いて、背景が白という状態。だからよく言うんですけども、もう写真がそう見えたからそうじゃないですかっていうふうに言うんですね。写真撮ってそれを一生懸命写す人は、例えば輪郭線がビタッと髪の毛なんかものりはっついてるみたいな絵って結構あるんですよ。10人いたら3人ぐらいのりはっついてるんですよ。で、これのりはっついてるみたいやねとかって言うて、なんかはーって顔されるんです。細かいディティールも見せています。で、それなんでかというとですね、言うたらあれですね、ちびまる子ちゃんとかの絵見たらわかると思うんですけど、のりはっついてるみたいなんですよ。で、佐賀県はのりの生産量日本一ということでございますけども、なんでのりがはっついて見えるかというと、輪郭のところなんていうのがピタッと背景と髪の毛がピタッと白ってなってたりするからなんですね。で、そこのところ少しぼかしてあげたりすると、立体的に見える。写真で見たらそう見えても、絵の中では立体的に見えるっていう風に描けるといいですね。今日すごいですね。大学の先生みたいな話してますよね。これ受験の高校1年生、2年生とか予備校の先生をしていた時にこんな話をしてあげてたんですね。で、なかなかそこのところで、いや、そう見えるからそう書きますっていう人と、しれーっと嘘つける人、僕なんかしれーっと嘘つきます。もうね、誰にもバレないように、実はほんの少し、もう2ミリ、3ミリのことでだいぶ変わるんですよ、実は。2ミリ、3ミリのとこで少しふわっとさせてあげたりすると、のりはっついてんのがのりはっついてなく見えてきたりとかですね。っていうことを、要はいろんな遠近法とかっていう方法があったり、立体感出すのもそうなんですけど、方法をうまく駆使して、いかに人に、あたかも、そこにいるような感じに感じさせてあげるということができるか。
から僕らのあまり言われたくない言葉、写真みたいって言われるのは平面的なんやなっていうことなんですね。だから写真が悪いと言ってることじゃないですよ。絵に描く以上はあたかもその立体的な感じにとか、そこにいるような空気でとか、例えばこういうのなんかは意図的に筆致とかを少し残しながら、勢いみたいなすすきの元気よくぐんぐん伸びるの勢いみたいなのも出してあげようと思っているので、写真よりももしかして大胆に描いてたりするかもしれません。緻密に描くことが好きな方はそれはそれで結構だと思うんですけども、そういう嘘つけるか。嘘つくって大事なんですよ。嘘をね、自然に嘘をつく。日常の生活の中ね、家庭生活の中ではなるべく嘘をつかない方が多分夫婦円満にいくんじゃないかなと思います。あなたどこで飲んで帰ってきたの？いや飲んでないよ。とかって言ってたらね、大体酔っ払って帰ってきはったなとかっていうことで、ね、なんでまたこんな遅い時間までほっつき歩いてとかってね怒られますよ。コロナの状況でしょとかって怒られてはるんじゃないですかね。気をつけてくださいね。そういう時はね、あんたが日曜日に昼間からどこ行ってんのって、パチンコぐらい行かせてくれよとかね、そんなのあんた絶対勝てる。はい、今太陽を拭き取りました。ちょっとやりたくなったんですみません。日本ジャパニーズ、ファミリースタイルですかね。そういうですすきを白で描いててます。あんまりこの辺なんかはもうガサッと描いていこうかなぐらいな感じです。ちょっと分かりました。遠近法というのを活用して、あたかも立体的とか奥行きがある漢字に漢字を書くというのが遠近法。その中でも今日は3つ覚えておいてくださいということで、空気遠近法、まさに空気遠近法、そして透視図法的遠近法。これなんか雲とかが向こうの方に行けば水平になっていくから、普通に日常の生活でポッと雲見てみてください。自分の真上にある雲と水平線に近い方にある雲の形違うはずです。絶対違います。でも入道雲とかがボコボコって出てきたら、水平線の向こうの方でもボコボコってまん丸くなったりするんで、それはちょっと別問題ですよ。向こうで、違う何かが起きていてね、水蒸気がぐじゅぐじゅってなってぐじゅぐじゅでドロドロダーンってなってるわけですから、そこはちょっと例外なんであれですけども、ちょっとそういう雲を見てみたりとかで、雲なんかも観察すると面白いんですよ。雲の描き方教えてくださいっていう質問あったんですけど、まず観察してみてください。別に描き方教えてもいいんですけど、絶対雲ってもういろんな雲があるんですよ。例えばこれやったら夕日、風がある程度強いからこう流れるような雲があったり、でも向こうの水平線の向こうの方は多分風が弱いんやろうなとか、それによっても情景が違う。そして太陽の位置とか方向によっても、雲の真後ろに太陽があったりすると雲全体が逆光に見えるとか、いろいろあるじゃないですか。そういう状況によってもだいぶ変わってくるので、なんか一概に雲一つ描いてくださいっていうことがあるかもしれません。皆さんそういうの観察してみるとすごく面白いんですよ。夏の雲も違いますし、秋になってくるとなんとか雲がわーっと出てきたなとかね、いうことがあったりとか、こういうのなんか本当に頭の上の近い方、どんどん近い方は大きな雲になってくるなというのは透視遠近法的な。そしてこれは空気遠近法的な感じかもしれませんけど、ここも書いてあげて、後ろの紫色の山とちょっとコントラストを見てみたりとか、そしてディティールを書いていって、不透明の白とか混ぜたような、ボスターカラー使ってますけども、基本透明水彩ですけど、っていう感じで描き上げてきました。勢いのある1時間20分ぐらいで描いた絵なんですけども、案外面白い絵かなと。これライブ配信でやろうかなと思ったんですけど、せっかくやったら一つにまとめて遠近法の話した方が楽ちんやなと思って、今回こういった感じでまとめました。おそらく色彩遠近法とかっていうのも、例えば、黄色と黒とかが目立つじゃないですか。道路標識とかもそうですし、そのコントラストを強くつけたら手前に見えてくるとかっていう大変遠近法のことに近いような感じがすると思うんですよ。線遠近法なんかも手前の線とかぐっと強くする。円辺対比法って無理ですね。時間的にいっぱいいっぱいになりましたので、辺と縁の対比法、これはもうミケランジェロが超上手で、ミケランジェロという人がすごくやってる方法があるんですけど、そういう方法も、これは鬼好評というのでちょこちょこお見せしたんですけどもね、そういったこともお話して、そういう方法をいかに駆使して、うまく嘘をつくか、嘘をうまくつけるよりは家庭生活では嘘をつかないことが一番楽ちんですし、ストレスがないと思います。よく携帯見られたら困るとか言う人いますけど、全然何にも見られてもいいんですけどね。僕なんか何とも思わないですけどね。チビに持たれるとなんかね、ゲームとか課金されそうで怖いなとか思ったりするんですけどね。その辺っていうのは皆様の夫婦生活の円満の秘訣を教えてもらえたらと思います。以上でマスキングテープ剥がして完成といたしました。今日は
パチパチパチと、遠近法の話を中心に、お届けいたしました。1分間のちょっとダイジェストを今日はバーっとまとめましたので、よかったら見てください。鉛筆で下書きをしました。空白とか塗っときました。わーっと水全面に塗って、わーボケていく、ボケていく。で、手前の方、もうここの段階で手前、奥、で、そしてこう空なんかもうーっと描いて、にじみ出しながらドライブで乾かして、そしてこう乾いた後にこう中継ぐらい描いていって、そのコントラストとかわーっとつけながらディティールも描きつつも、ピッ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 とこう筆の筆致とかも活かしながら絵画の面白いところを見せながら空なんかもタイヤもちょちょちょっとつけながらこういう感じで完成といたしました。ぜひ阿蘇にも遊びに来てください。面白いジョークを言いました。以上です。ご視聴ありがとうございました。どうですか？遠近を出すための方法、途中段階でもある程度遠近を出しながらも、詰めていきながらも、ディティールも書きながら、前後も書きながらということを、実は同時にやっていってるんですね。で、そういうことをやっぱ頭の中で意識しないと、写真をそのまま写しましたっていう感じだったら、やっぱり写真っていうのは平面的なんですね。それがあたかも完全に広がるような風景に見せるということは、やはり方法を使わないといけないということを少し、覚えておいたら、自分の作品の幅がぐぐぐぐっと広がっていきますので、噛みましたね。ぜひ勉強頑張ってみてください。それではまた。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。